こんにちは、なぎです。今日は桜の季節の Vlog です。廃止された施設の桜や花のスケッチを通して物の哀れを感じる春です。動画を最後まで見ていただくと、命や人生の限りある時間の使い方について改めて考えることができるかもしれません。ところで皆さんはソメイヨシノがなぜ一斉に咲くかご存知ですか？ソメイヨシノは江戸時代に交配によって生まれたと言われています。桜には自家不和合性という性質があります。簡単に言うと、ソメイヨシノ同士では種の交配ができないという性質があるため、挿し木など人の手によってその数を増やしました。今存在するソメイヨシノはすべて一つの個体から増やされた、いわばクローンになります。遺伝子が全く同じなので、条件が揃えば一斉に咲くんですね。人と共存し、人と共に発展したソメイヨシノ。人の手で栄えるものもあれば、人がいなくなることで滅びていくものもあります。今私がいるのは廃止された施設です。もともと保養所として使われていましたが、老朽化とハザードマップで浸水想定区域に指定されたため、取り壊されることになりました。このお堀は冬になるとスケートができる場所だったようです。ここでたくさんの人が遊んだり、のんびり過ごしたり、楽しい思い出を作った景色が浮かんできます。このお堀もゆくゆくは埋め立てられて、この景色を見ることもできなくなるかもしれません。桜が咲いているせいでしょうか。歩いていると少し切ない気持ちになりますね。田舎ではゆっくり時が流れていくので、つい忘れてしまいますが、やはり時の流れは抗えないのだなと思います。限りある時間の中で自分は一体何が残せるかなと思います。韓国の Vlog でもご紹介しましたが、私は詩人の茨城のり子さんが大好きです。彼女の作品で桜について述べられたものがあります。桜、今年も生きて桜を見ています。人は生涯に何回ぐらい桜を見るのかしら。物心つくのが10歳ぐらいなら、どんなに多くても70回ぐらい、30回、40回の人もざら。なんという少なさだろう。もっともっと多く見るような気がするのは、祖先の視覚も紛れ込み重なり合い霞立つせいでしょう。あでやかとも怪しとも不気味とも捉えかねる花の色。桜吹雪の下をふららと歩けば、一瞬瞑想のごとくにわかるのです。死こそ状態、生は愛しき蜃気楼と。桜を見た時に感じる懐かしさや切なさや、なんだかざわついた気持ちがとてもよく表現されている大好きな詩です。今感じている感情は、日本人としての DNA に刻み込まれたものなのかもしれませんね。
構造を観察していて、ふとガウディの建築を思い出しました。サグラダ・ファミリアなどで有名な建築家のガウディは直線を嫌い、有機的な曲線や鮮やかな色彩を建築に多用していました。それらはすべて自然や生き物を参考にしていたそうです。自然が作り出す造形的、機能的な美しさはいつの時代もインスピレーションを与えてくれますね。そんなことを考えていたら、6月から東京国立近代美術館でガウディ展がありますね。東京もそうですが、いろいろな場所を訪れて絵を描いてアート Vlog を作り続けたいと思っています。私はもともと一つの場所にとどまるよりフラフラしている方が好きで、メンタルが強いわけではないんですが、見知らぬ土地や知らない場所に行くことにあまり恐れがありません。絵とともに旅をするように生きていくのが私の目標の一つです。自分語りになってしまいましたが、これからも絵やアートが好きな方に楽しんでもらえたり、ためになるような動画を作っていきますので、ぜひ高評価やチャンネル登録していただけたら嬉しいです。これからもどうぞよろしくお願いします。